皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。僕の模型棚にはずっと作りたくてうずうずしていたものがあります。それは不死身のエンスージアストシリーズポルシェ911カレラ RS。説明書がなく、いつも手に取っては棚に戻していたキットを、今回はフォロワー様が説明書のありかを教えてくれて入手することができたので、満を持して制作に取り掛かれることに。改めましてフォロワー様、ありがとうございます。まずはどんな車だったのか調べてみます。ポルシェ911は1964年の発表以来、現在に至るまで第一級の走行性能を持つスポーツカーとして知られており、ポルシェのフラッグシップモデルであります。スーパーカーブーム世代にとってロータスヨーロッパのライバルとしても広く知られていると思います。このキットのモデルである通称73カレラは1973年に生産されたグループ 4GT のためのホモロレーションモデルで、限定生産されたモデルであります。当初は規定通り500台の限定生産の予定だったものの、1972年2月のパリショーで発表されるや否や、世界中から注文が殺到。最終的に予定の3倍以上となる1580台が生産されることに。その内訳は準コンペティション仕様の RSH が17台、レーシング仕様の RSR が55台、装備を簡略化したライトウェイト仕様の RS が200台、装備を充実させたツーリング仕様の RSL が1308台となっているそうです。水平対向6気筒 2700cc のエンジンは最高速250キロに達するスーパーカーで、この商業的な成功がポルシェの新たなマーケットを開拓するきっかけにもなったと言われています。早速箱を開け、仮組みから参りましょう。不死身のエンスージアストシリーズのキットでエンジンは忠実に再現され、組み立てていく中でも足回りの再現度は24分の1界隈の中では群を抜いているかと思います。組み立てていてこんなに車の仕組みがわかるキットはないと言っても過言ではありません。小さい頃、このシリーズは組み立てたことがありますが、難しすぎて完成した記憶はありません。今だからこそ楽しめる崇高なキット。この楽しみを味わいながら組み立てていこうと思います。足回りはもちろん、ボディにはガラスパーツなどを仮で組み立て、車高や目指す完成形と剥離がないか確認していきます。ハブボルトまでもが別パーツでしっかり再現され、ここにホイールを接着していく仕組みはスケール界隈でもこのシリーズだけかと記憶しています。足回りだけでもかなりの数のパーツ点数なので、破損や紛失に気をつけ、なおかつ正確に取り付けられるようゲート処理などをしっかりしつつ作業を進めていきました。セメダインハイグレード模型用接着剤とマスキングテープを使用し、仮組み OK。 車高も問題なくタイヤが太いことが気になるくらいですが、実車もこれくらい太いのでこのまま進行してみるとします。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を準備しています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な使用、 0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成形を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に。
なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるためにも 0.2mm の調光ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いてこの赤い矢印部分のパーティングラインを消す作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦のラインに入っている場合が多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたらヤスリの番手を上げながら1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。続いてボディの調整加工です。ダックテールと呼ばれるリアのエンジンフードの合いが悪く、段差がガタガタなのでできる限り調整していきます。目視で確認しつつ、裏面と取り付け部分をペーパーヤスリで削り込み完了。後にパカパカ工作に挑戦してみようと思っていますので、ここはしっかり仕上げていきます。フロントのトランク部分は説明書によるとカットの指示なので、こちらもパカパカさせたいことを念頭に、カットした後切断面をペーパーヤスリで滑らかに仕上げていきました。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのピンクサフェーサーを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサフェーサーを拭いて本塗装の前にこれらの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後々表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、表面仕上げの作業時間を短縮でき効率が上がります。サフェーサーを拭き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。